リクエストをいただいた議場の直径を考察します。今回は議場の直径を上質ビルドと組み合わせてみました。不安が残る強靭は剣継ぎの体験でしっかりと補うことができます。多彩なモーションが連撃バフと相性の良い武器です。ただし現環境を一つの武器だけで戦うのはきつすぎるので、上質ビルドのストロングポイントである選択肢の多さを生かすことも意識しています。高い金技で底上げされた暗器での撹乱も非常に有用ですね。それでは考察に行きましょう。議場の直径について。議場の直径は接ぎ木の貴公子がドロップするユニーク武器です。片手持ちは標準的な直径モーションですが、両手持ちにすると多くのモーションが直径2等のものに変化します。また一部のモーションが試験や重試験のものとなっております。使用感が通常の直径2等と大きく異なるので注意が必要です。戦技は黄金の剣技。60秒の生属性エンチャント効果があり、強攻撃が固有のものに変化します。強攻撃は3パターンあり、最大ため攻撃は連撃バフと非常に相性が良いです。操作に慣れは必要ですが、他にはない独特の使用感が面白い武器なので、ぜひ一度手に取ってみてください。ビルド考察。連撃上質。技量寄りの上質ビルドです。議場の直径を左手に装備しています。こうすることで黄金の剣技のエンチャント効果を維持したまま、復讐の誓いなどの強力な戦技を併用することができます。議場の直径は技量の補正が強い武器ではありますが、今回のビルドに復讐の誓いの効果を上乗せすれば技量ビルドの火力を上回ることが可能です。知力10にしておけば復讐の誓いと組み合わせて星砕きの体験を使用することができます。余裕があれば歯科希望の装備条件を満たせる知力11まで確保するのも良いかと思います。ちなみに最終的なインベントリはこんな感じです。それでは当ビルドでの PVP クリップを紹介します。すがすがしいまでの脳筋ホストですね。ジャンプ攻撃に警戒したいところです。おや、ノリの良いジェスチャーですね。ですが3人相手ですので誘いには乗らない方が良いでしょう。せっかくのレガシーダンジョンなのでじっくりと侵入者をさせてもらいます。霊薬は瀕死時回復と連撃強化です。とりあえず場が温まるまで牽制に集中します。遮蔽物さえあれば術師もそこまで怖くありません。こういった相手のミスを待つことはとても重要です。上質ビルドは遠距離攻撃も豊富に扱えますが、金技にリソースを割かれてしまい FP を確保しにくい点がネックですね。
王家の勇気が一人やってくれたようです。嵐の刃はあえて鋭利派生にセットすることで威力を高めています。落ちたな。ホストとの対マン前に異常の直剣にエンチャントしておきます。衝撃を華麗にかわされてしまいました。慌てて回復するとかえって危険なので慎重に。復讐の誓いからの見てください、この高速連撃を。フィニッシュまでフルヒットしたら最高なんですけどね。ワンパン狙いというよりはモーションの多さで揺さぶっていく武器だと感じました。使い込むほど応えてくれる良い武器だと思います。ホストが孤立している今がチャンス。剣継ぎの体験を併用しない場合、相手の行動への差し込みを意識する必要があります。このように簡単にひるんでしまうので、強引にため攻撃を狙うことはできません。相手の動きをよく見てローリング終わりにかぶせると良いかと思います。再びエブレフェール。あ、どうも。このエリアでは22をやるホストが多い気がします。束の間の共闘だった。ぶっちゃけ22攻略は破綻しているので、闘技場以外の6人マルチを DLC に期待したいです。直剣2頭強いな。差し返しには少し遠かったですね。異常の直剣のリーチはブロードソードと同等らしいです。リーチは波ですが、どのモーションも非常に優秀ですね。ファルムアズラでの侵入です。終盤のここで決めないとかなり厳しくなります。嵐予備は強力な戦技ですが、足が止まるので遠距離攻撃の的になりやすいです。
ポストが消極的なのが気になります。ここはかなりの難所なので鍵指の方が気の毒だ。あ、そういうことですか。バグ利用には付き合いたくないですが、やるだけやってみます。ここでは竜のハルバードと氷結の針の霊気一つコンビを採用しています。豊富なチェーンを有する連撃とも相性の良い組み合わせです。相打ちでしたが侵入者のロールは果たせたので、まあよしとしましょう。続けてファルムアズラ。クラシカルな侵入が楽しめるのはファルムアズラとエブレフェールくらいなんですよね。最近はあえて近辺のみのマッチングを選択することもあります。ここまでか。これはダサすぎる。瀕死時回復も失い踏んだり蹴ったりですが、生きてるだけマシだと考えましょう。切り替えていきます。よし、ここはもう後がないので撤退します。待つこと5分以上。エレベーター上での奇襲も考えましたが、周りのモブが枯れていたのでこちらに変更しました。こういう時に私は心臓バックバクなんですが、皆さんはどうでしょうか。行くぞ。まあこんなものだろう。今作では忘れがちですが、侵入は根気強くチャンスを待つことも大切ですよね。始まったと思ったら終わっていた。エルデンリングあるあるですね。エレベーターといえば雷嵐の出番。残念ながら連撃バフは乗りませんが、純粋な火力が凄まじい戦技です。ちなみに嵐帯の方には連撃バフが乗るようです。剣継ぎで知力を高め押し砕きにつなぐ。あともう少しでしたね。特大剣の強靭はかなりの脅威です。侵入だと後出しをしてる暇がないですから。間に合え。上質ビルドの引き出しの多さを楽しめた侵入でした。奇襲失敗。不意打ちができなくなるので、我慢で堅実に対処されるのが一番辛いです。生命力60確保しておいて本当に良かった。
こで分断できたのはでかい。モーブ VS マレニア、紙一重の勝利でした。最後の侵入です。電撃上質ビルドいかがでしたでしょうか。議場の直剣をはじめとした豊富なユニーク武器を取り扱えるので楽しかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。